今回見させていただいた中でかなり難しい作業工程だなと感じました。はい、田中さんはその一人前になるまでにどの程度の期間がかかりましたか？そうですね。私の場合はだいたい7年ぐらいかかったかと思います。はい。そうなんですね。はい、一般的にはどの程度かかるんでしょうか？最低でも5年は必要かなと思います。そうなんですね。はい。田中さんはなぜこの世界に入ろうと決意したのでしょうか？そうですね。まず実家が畳屋っていうこともあったんですけども、はい。畳自体私自身もそうだったんですけれども、うん、実際目の前に日本人だったら畳ってこう見ればすぐ畳ってわかるんですけども、はい、実際何でできてるとか、はい、どんなものかっていうのを知らなかったんですね。はい、でこれは日本の人みんなそうだなと、うんうん、分かって知ってはいる分かっているけど知ってないみたいな、はい、だからそこにすごく可能性を感じたのでこの世界に入りました。そうだったんですね。はい、田中畳店の歴史について教えていただきたいです。はい、そうですね。うちの曽祖父、はい、約120年ぐらい前なんですけども、うちの曽祖父が、ここから同じエリアなんですけどもちょっと離れたところで始めまして、そこから、今のこの地に移ってきて、で祖父、それから父で私で4代目になります。はい。そうなんですね。はい。じゃあかなり代々継がれてるのですね。そうですね。はい。はい。作業工程の中で特に難しいなというふうに感じる工程があれば教えていただきたいです。はい。そうですね。はい。畳の藁の部分、横の部分を長くこう切るとこがあったと思うんですけれども、はい、あれはまっすぐ同じ角度で切るってことをしないといけないので、はい、それはすごく3年はかかったかなと思います。うん、で藁自体がすごく硬いので、はい、どうしてもこう曲がっちゃったりとか角度がずれたりとかうん、ありましたし、自分の場合はあれを一発落としって、はい、学校とか訓練校とかこう2段でやるんですよ。私の場合は一発落としこだわっちゃったんで、一発でこう綺麗に落とすってこだわっちゃったら余計時間かかったかなと思います。はい。そうなんですね。はい、畳にまつわる面白い知識などはありますか？はい、そうですね。畳の場合こういうへりって言われるものがあるんですけども、はい、これは実は偉い人にしかつけちゃダメだったもので、そうなんですね。はい。でこのへりのものはい、の柄の中でもナンバーワンと言われているへりがあります。うん、でこれは日本人なら年に1回は見るかなっていうのがあるんですけども、分かりますかね？年に1回ですか？はい。おばあちゃんちとか違いますかね？はい。それなんですけどね、はい、そうなんですよね。意外に意識しないとわからないと思うんですけれども、はい、それがこれになるんですけども、この繧繝縁っていうものですね。はい、これがナンバーワンのへりで、はい。神様だったりとか、あとは皇室とか皇室。宮家とかそういうところにしか使っちゃダメだと言われてます。そうなんですはい、ね。基本的にはそういうふうに言われてるんですね。はい。で、これが唯一日本で一般のお宅でも使われているのがお雛様ですね。お雛様。お雛様とお内裏様がこれを使ってますね。はい。そうなんですね。はい、そういう実はっていうところですね。意識するとこういうのがありますよっていうところですね。はい。初めて知りました。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他の会社さんと比べた際の御社の強みがあれば教えてください。はい、そうですね。特に私になるんですけども、はい。もともと空間デザインの会社で CG 作ってたので、はい。畳そのものではなくて、もう畳のある空間提案までできるっていうところです。はい。すごいですね。はい。なんか結構畳の空間自体を知らないお客様は多いと思うので、はい、そういうのすごいなんか力になると思います。そうですね。海外の方の場合もやっぱり海外のそれぞれのインテリアだったり特徴があると思うので、はい、それに合った例えば畳のアイテムとか、はい、そういうのが提案していけたらなと思ってます。そうなんですね。はい、田中さんは海外展開についてどのようにお考えですか？そうですね。海外の人にもいろいろ畳を知ってもらいたいってとこあるんですけども、やっぱり海外の人からしてみてもあんまり畳って得体の知れないもんかなって思ったりするので、はい、私とか弊社に関してはいろいろサンプルとかもお送りできますし、はい、少しでも興味持っていただけたらご連絡欲しいなと思います。で
そうですね。やっぱりやっていく上で、はい。その場所国ごとにやっぱローカライズしていかなきゃいけないなと思ってはいるので、はい。その場合はいろいろその国に合ったデザインとかの提案でしたり、アイテムだったり、その辺のところを一緒にこう打ち合わせ、話し合いができたらいいかなと思ってます。はい。そうなんですね。じゃあかなり柔軟な対応をしてくださるということですね。はい。ありがとうございます。御社には海外からの依頼とかあったりしますか？そうですね。多くはないですけど、やっぱり何件かありましたね。はい。そうなんですね。はい。具体的な国だったり教えていただきたいです。そうですね。スウェーデンから、はい。3年ぐらい前になりますけど、うんインスタの DM ですこういうごい。の作れますかって言って、はい。でその方はせっかくだから本物がいいって言って、はい。わらどこのものを、はい、送らせていただきました。それは個人のお家ですか？個人ですよね。すごいですね。はい。はい。他の国とかあったりしますか？今年ちょっと前にアメリカの UCLA の方かはら、プロジェクトみたいだったんですけど、うんサステナブルをテーマにしたもので、はい。海洋プラスチックとかそういうの廃材を使った茶室を作るというので、その目的にかなった畳っていうのを納品させてもらいました。あ、そうなんですね。このような普通の畳以外に、はい、畳の素材を使ったような製品とか他に作っていらっしゃいますか？そうですね。自分の考えていることとしては、海外の人も、日本もそうですけど、海外の人もなんかいきなりね、こういう畳っていうのを入れるって結構難しいことなので、はい向こうの方でもちょっとでもこう畳のことをこうアクセントとして使えるようにということで、はい。どうしようかね。例えばこういうランチョンマットとかですね、はいはい、プレイスマットって言えばいいんですかね。この上ちょっとこうお皿とか並べてもらってもいいですし、はい。これはウェルカムマットみたいな感じですかね。玄関マットみたいな感じで、はい、はい、すごい。はい、結構こう玄関に入るだけで匂いがだいぶ和の匂いするかなと思います。こういうの好きな方多そうですね。そうですね。こういうの入るだけでもだいぶ雰囲気、はい、家の雰囲気、インテリアの雰囲気が変わるかなと思いますね。はい。はい。あと今のインテリアとしてなんですけど、もう一個例えばこういうこれトートバッグなんですけども、はい、これはこういうふうにクラッチバッグみたいなのこうセットされてまして、はい、一体化されてるんですけども、これなんかも畳自体をちょっとなんですかね、運ぶじゃないですけど、もう身につけちゃえってことで新たな考えでそうですね。これなんか置いてもちょっとこう絵になるかなっていう、インテリアとしてもいいかなと思って、はい、なんかこうとにかくこう日常の中に畳っていうものを使ってこうアクセントってなるようなものをできるだけ考えて、作っています。そうなんですね。では田中さんに興味を持ってくださった方はどのように連絡すればいいですか？そうですね。普通に G メール、メールでもいいですし、あとはインスタの方から直接 DM をくださっても大丈夫です。はい。ありがとうございます。はい、ではこれにてインタビューを終わりにさせていただきます。はい、本日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。私自身畳について知らないことだらけだったので、今回製造工程を見させていただいて、中身だったりそういう知らない部分を知れてすごいためになりました。そうですね。畳のね、いろいろこうバックボーンとか見れるのは、結構面白いかなと思ったので良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。